ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？今日はね、イーロン・マスク氏が発表したクリストファー・ノーラン監督の映画オデュッセイヤに対抗する2つのライバル作品の話題についてよ。現在、クリストファー・ノーラン監督の新作映画オデュッセイヤが大ヒットを記録している一方で、イーロン・マスク氏が独自の対抗策を発表して映画界やネット上を揺るがす大論争に発展しているの。イーロン・マスク氏がクリストファー・ノーラン監督の映画に対抗？ナンバシトット。クリストファー・ノーラン監督って言ったら、ダークナイトとか、オッペンハイマーの天才監督やん。その新作映画に、世界一のお金持ちのイーロン・マスクが噛みついて、ライバル映画を作るって、どういうことなん？ニュースで、クリストファー・ノーランのオデュッセイヤが映画館で大ヒットしとるって表面的なことしか見とらんかったけん。裏で、そんなドロドロしたバトルが起きとるとは知らんかったばい。今日はクリストファー・ノーラン版オデュッセイヤに対するイーロン・マスクの猛烈な批判と大ヒットの舞台裏、そしてイーロン・マスク氏が表明した1億ドル映画構想と AI によるオデュッセイヤ制作の全貌について徹底的に解説していくよ。この問題、単なる映画のヒット作の争いじゃなくて、ハリウッドの伝統的な映画作りと最先端テクノロジー、そして原作へのリスペクトをめぐる巨大な戦争になっているの。映画作りの巨大な戦争？めちゃくちゃ面白そうやん。クリストファー・ノーラン監督の映画が大ヒットしとるのに、イーロン・マスクが、なんで、そんなにブチギレて、自分の映画を作ろうとしとるんか、超毒舌でツッコミ入れさせてもらうけん、しっかり教えてちょうだい。それじゃあ、順番に詳しく見ていくよ。まず、クリストファー・ノーラン監督の映画、オデュッセイヤが公開されて、まさに、週末の映画界の主役となったの。ところが、その直後の21日の午前中、X のオーナーであるイーロン・マスク氏が、ライバルとなる2つのオデュッセイヤを突然発表したんだよ。2つのオデュッセイヤ？クリストファー・ノーラン監督の映画が1つあるのに、さらに2つも同じオデュッセイヤをぶつけようとしとると。約1時間の間に、一体何があったん？約1時間の間に、イーロン・マスク氏は驚くべきアクションを2つ起こしたの。まず、一つ目は、ネット上で拡散された、ある提案に対する返信だったんだよ。その提案っていうのは、メル・ギブソン監督に、ホメロス時代のギリシャ語による、歴史的に正確な、オデュッセイヤの本案映画を作ってもらうために、1億ドルを支払うべきだというものだったの。これに対して、イーロン・マスク氏は、たった一言、賛成だと、返答したの。賛成だの一言で1億ドル？桁が違いすぎて笑ってしまうばい。1億ドルって日本円で150億円以上やろ？それをポンとお金出す勢いで賛成だって言うとか、世界一のお金持ちのキンキンパワー全開やん。で、もう一つのオデュッセイヤは何なん？もう一つは彼自身の会社が開発した AI 動画生成ツールグロックイメージを使って年内にホメロスの叙事詩の長編版を制作すると誓う投稿を自身の X アカウントのプロフィールの一番上に固定したことなの。今年中にグロックイメージは歴史的に正確でホメロスの芸術に忠実なオデュッセイヤの長編映画を制作する予定ですって宣言したんだよ。AI で長編映画を作ると。しかも今年中って2026年が終わるまでに完成させるってことやろ？いくら AI が進歩したって長編映画をそんなスピードで作れるもんなん？はったりやなくてガチで言っとると？それがね、具体的な例も提示されているのよ。イーロン・マスク氏は映画オデュッセイヤからグロックイメージで生成された会話シーンを投稿したヘビーパルプという認証済みアカウントのツイートを引用していたの。その動画には金色の鎧を身につけた AI のオデュッセウスが背後に古代の船団が停泊している美しい浜辺に立っている様子がリアルに映し出されていたの。そしてそのアカウントにはどのようにしてその映像が作られたのかについての詳しいスレッドも含まれていたの。へえ、金色の鎧を着たオデュッセウスに古代の船団か。ネットのオタクやファンが AI でこんなの作ってみたよって実験でやってみた動画をイーロン・マスクが見つけてこれ最高やん。うちの製品のロードマップ、事業計画にしたろで採用したわけやね。まさにその通りだよ。イーロン・マスク氏のその反応によって単なるファンによる実験動画が正式な製品ロードマップへと昇華したの。歴史的に正確でホメロスの芸術に忠実な長編映画を2026年末までに完成させるという計画になったんだよ。彼がそれを自分のプロフィールの一番上に固定表示したところ、最初のわずか1時間で1万件ものいいねを獲得したの。1時間で1万いいね。みんなイーロン・マスクの暴走にめちゃくちゃ注目しとるやん。で、もう一方のメル・ギブソンに1億ドル払うっていう投稿の方はどうなったと？
そっちの投稿は、ジョン・カーターという認証済みアカウントからのもので、独自の具体的な提案内容が示されていたの。内容としては、マスク氏がギブソン氏に1億ドルを提供して、歴史的に非常に正確な船、鎧、武器、そしてキャスティングを用いたオデュッセイヤの映画化を依頼するというものだったの。さらに、この企画では、すべてのセリフを現代英語とかじゃなくて、ホメロス時代のギリシャ語で、詩から直接引用して述べるという徹底ぶりが求められていたんだよ。古代ギリシャ語で詩をそのまま喋らせると、観客は全員字幕で見なきゃいかんやん。マニアックすぎるばい。でも、映画に出てくる船も鎧も武器もキャストも全部本物の歴史通りにしろって注文がついとるわけやね。それに、イーロン・マスクが賛成だて乗っかったと。そうなの。元のジョン・カーター氏の投稿は8時間で2万件のいいねを獲得して、それに対するイーロン・マスク氏の賛成だという短い返信は最初の1時間だけで6000件のいいねを獲得して、今もさらに増え続けているのよ。すごっ。一言賛成だってつぶやくだけで世界中が大騒ぎたい。でもさ、すみれ。イーロン・マスクってなんでそんなにクリストファー・ノーラン監督のオデュッセイヤに対抗意識を燃やしとると？急に映画作りに目覚めたわけやないやろ？タイミングこそが重要なのよ。実は、イーロン・マスク氏は、ここ半年にわたって、クリストファー・ノーラン版のオデュッセイヤを徹底的に批判し続けてきた経緯があるんだよ。今年の1月には、クリストファー・ノーランは、誠実さを失った、と発言して、5月には、ホメロス・ホーマーの墓に、小便をかけたとまで激しく酷評して、さらに、ロンドンでのプレミア上映の前夜には、クリストファー・ノーラン監督のことを、虫けらとまで呼んだの。虫けら？墓にしょんべん？ちょっと待って、口が汚すぎるばい。いくら、世界一のお金持ちでも、アカデミー賞監督に向かって、虫けらは言い過ぎやろ。なんでそんなに怒っとると？クリストファー・ノーラン監督が、原作の歴史とか設定を変えて、映画作ったからなん？そうなの。クリストファー・ノーラン監督の映画は、現代的な解釈や独自の演出を取り入れているんだけど、イーロン・マスク氏をはじめとする原作ファンからは、古代ギリシャの歴史やホメロスの名作に対するリスペクトが足りない。意識高い系の配役や改変だ、で猛反発を受けていたの。その影響もあって、映画のカウントダウン予告編は、YouTube などで70万件以上の低評価を獲得していたんだよ。予告編に70万件の低評価。前代未聞の不評ぶりやん。映画を見る前からこんなのオデュッセイヤじゃないって怒っとる人が世界中に70万人以上おったってことたいね。でもさ、ニュースではクリストファー・ノーランのオデュッセイヤは大ヒットって言っとったよね。実際、映画館の売り上げはどうやったと？ここが一番のポイントなのよ。イーロン・マスク氏やネットの一部がどれだけボロクソに叩いて70万件の低評価がつこうとも、実際のクリストファー・ノーラン監督の映画は大ヒットで公開されたの。オデュッセイヤは北米で1億2450万ドル、そして全世界を合わせると2億6400万ドルという圧倒的なオープニング興行収入を記録したんだよ。全世界で2億6400万ドル。日本円で400億円以上のロケットスタートやん。これはあの名作をたくさん作ってきたクリストファー・ノーラン監督の全キャリアの中でも最大の世界的デビューとなる新記録だったの。しかも、売り上げだけじゃなくて評価もすごくて、映画館を出た観客の満足度調査であるシネマスコアでは、最高評価の A を獲得。映画批評サイトのロッテントマトでは、98% という驚異的な高評価を獲得して、一般の観客スコアに至っては、あの伝説の映画、ダークナイトの記録を上回る 96% を記録したんだよ。あの、ダークナイト超えの 96%。売り上げも歴代1位で、見た人も大絶賛しとるやん。文句のつけようがない完全勝利対。イーロン・マスクが虫けらだ、ダ作だって騒いどったのに、一般のお客さんはクリストファー・ノーラン監督最高。めちゃくちゃ面白いばいで映画館に殺到したわけやね。そうなの。でもね、それらの大ヒットの数字のどれも1月から続いているこの激しい議論に決着をつけるものではないと記事は指摘しているのよ。なんで？売り上げも評価も圧勝したんだから、クリストファー・ノーラン監督の勝ちで決まりやん。記録的なオープニング興行収入は確かに人々がクリストファー・ノーラン版の映画を求めて劇場に足を運んだことを証明しているよね。だけどネットで叩いていたファンやマスク氏が本当に待ち望んでいる原作に 100% 忠実なオデュッセイヤが今後作られるかどうかについては興行収入の数字は何も答えてくれないの。だから21日の投稿こそがイーロン・マスク氏が出した答えなんだよ。
彼はクリストファー・ノーランが作らないなら自分が本物を作ると言っているの。なるほどね。商売として大ヒットしたからって、それが歴史的に正しい作品とは限らんぞ。俺たちが欲しいのは本物のホメロスなんや、ってことか。売り上げ勝ちしたクリストファー・ノーランに、イーロン・マスクが、じゃあ、俺が1億ドル払って本物作ったるわ、って意地を張り続けて、お互い譲らんわけやね。ネットの反応も、本当に真っ二つに分かれていて、大盛り上がりしているの。いくつか紹介するとね、クリストファー・ノーランのオデュッセイヤは映画として最高だった。興行収入と観客スコア 96% が全てを物語っている。イーロンの負け惜しみにしか見えない。映画としては面白くても、歴史や原作を改変しているのは事実。イーロンが言っている完全再現版もぜひ見てみたい。AI で今年中に長編映画を作るなんて絶対に無理。イーロンは口だけじゃなくて本当にグロックで作れるのか証明してみせろ。メル・ギブソンが古代ギリシャ語で撮るオデュッセイヤ？ファッションの再現になるなら1億ドル出す価値はある。絶対見たい。というように、クリストファー・ノーラン版を絶賛する映画ファンとイーロン・マスク氏の本物志向に期待する原作ファンの間で激しい議論が戦わされているの。ネット民も大はしゃぎやね。映画として面白い現代風オデュッセイヤと昔の言語で完全再現するオタク感類のオデュッセイヤ。両方見られたらファンとしては一番贅沢な話芝居。でもさ、すみれ。さっき出てきたメル・ギブソン監督ってそんなにすごいの？なんでイーロン・マスクはわざわざ彼を指名したんと？ここでイーロン・マスクがなぜメル・ギブソンに1億ドルを払おうとしているのか、そのあまりにも高すぎる説得力とハリウッドの権利問題の核心に触れていくんだけど、でもその前に、ここでみんなにお願いがあるの。もしこの動画が面白いなって思ったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。うちからもチャンネル登録とグッドボタン、高評価、ポチッとよろしく頼むばい。それじゃあ、続きを話していくよ。実はね、メル・ギブソンを起用するという提案は、単なるファンの空想的な妄想キャスティングではないのよ。彼は、まさに、こういう歴史完全再現映画を、過去にすでに制作して、莫大な利益を上げた、唯一の現役監督なんだよ。へえ、過去に、同じような、マニアックな歴史映画を作って、大ヒットさせた実績があるってこと？そうなの。昔、彼がパッション・オブ・ザ・クライストという映画を作ろうとした時、あまりにも宗教的でマニアックだったから、大手映画会社はどこも制作を断ったの。そこで、メル・ギブソン監督は、なんと、自分のポケットマネー、自費で約3000万ドルを投じて映画を作ったんだよ。しかも、登場人物のセリフは、すべて古代のアラム語とラテン語で全編字幕付き。ハリウッドの有名スター俳優も一切起用しないという徹底ぶりだったの。自費で45億円以上出して誰も知らん古代の言葉で字幕映画を作ったと。正気や半ばい。普通なら大爆死して借金まみれになるパターンやん。それがね、蓋を開けてみたら世界中で大ブームになって、なんと全世界で6億ドル以上の興行収入を上げたんだよ。6億ドル？日本円で900億円以上。自費3000万ドルが20倍以上になって帰ってきたと。すごすぎるばい。さらに彼はその後アポカリプトという映画をなんと全編ユカテクマヤ語だけで撮影してこれも高く評価されたの。つまりマイナーな古代の言語を使って歴史を徹底的にリアルに再現して大ヒットさせる技術を持った地球上で唯一の監督なのよ。なるほど。誰も喋らん古代ギリシャ語で本物の船と鎧を使ってオデュッセイヤを作るなんて無茶な芸当ができるのは世界中でメル・ギブソンしかおらんってことやね。1億ドルを預ける相手として完璧すぎる人選売。それだけじゃないよ。彼は政治的、社会的な影響力もすごくて、ジョン・ボイトやシルベスター・スタローンと共にドナルド・トランプ大統領が指名した3人のハリウッド大使の一人でもあるの。そして彼は現在大手スタジオのライオンズゲートが制作する2部作の大作映画ザ・レザレクション・オブ・ザ・キリストの撮影に没頭していて、この作品は2027年に公開予定なの。つまり、まさにこのオデュッセイヤ企画で求められている超高度な撮影スキルが今まさにリアルタイムで研ぎ澄まされている状態なんだよ。完璧なタイミングやん。メル・ギブソン監督自身が今まさにノリノリで歴史大作を撮りまくっとるわけやね。でもさ、勝手にオデュッセイヤの映画を作ったらクリストファー・ノーラン監督の映画を作ったユニバーサルとかいう大会社から著作権侵害だって訴えられたりせんの？葵、そこがすごく重要なポイントなの。実は
ホメロスが書いた古代の女子誌、オデュッセイアは、著作権が完全に切れている、パブリックドメイン、公共の財産なのよ。だから、これらを映画化するのに、誰の許可も必要ないんだよ。ああ、そっか。何千年も前の大昔の本やから、著作権なんて存在せんのや。誰が、どう映画にしようと、自由なんやね。そうなの。だけど、この、著作権と削除要請をめぐって、裏では、泥沼の攻防があったのよ。実は、クリストファー・ノーラン版を配給しているユニバーサル社は、映画の公開集に、X 上に投稿された、オデュッセイアに関するファンたちの、ネタ画像、いわゆる、ミームに対して、DMCA、つまり、デジタルミレニアム著作権法に基づく、削除申請、テイクダウンを連発していたの。うわぁ。映画会社が X のファンアートとかネタ画像を著作権侵害だから消せで巡回して削除させとったわけやね。厳しい場合。記事を発行しているメディア自身もそういった事態がどう展開するかを正確に把握しているの。というのも、イーロン・マスク氏自身のプラットフォームである X は過去にワーナーブラザース・ディスカバリーがそのメディアのランタンズに関する報道記事を削除させたことで2回の警告を与えられていたの。つまり、日頃、言論の自由を力強く擁護している X というプラットフォームであっても、ハリウッドの巨大な法的書類手続きには逆らえず、粛々と削除処理を行っているのが現実なのよ。いくら、イーロン・マスクの会社でも、ハリウッドの大手が弁護士使って、消せ、で書類を送ってきたら、ルール通り消さなきゃいかんのやね。世知辛い場合。だけど、現在は、状況が全く違うのよ。そのプラットフォームの所有者であるイーロン・マスク自身が独自の AI をベースにした本格的なライバル作品オデュッセイアを自ら開発中なわけでしょ。そうなると地球上のいかなる映画会社の削除要請もこのイーロン・マスク本人のゲームには全く通用しないことになるんだよ。ギャハハハ。最強やん。X のプラットフォームの社長本人が、俺が AI で本物のオデュッセイア作ったったわ、で投稿するんやから、ユニバーサルの弁護士が、いくら消してください、って言ってきたって、俺のプラットフォームだけどで一周されるだけたい。ハリウッドの権利主張が一切通用せん無敵の領域やね。まさに下克上だよね。クリストファー・ノーラン監督は17日に興行収入に関する記者からの質問に淡々と答えていたけれど、予告編に70万件もの低評価をつけた視聴者たちが実際に何を求めていたのかという根本的な疑問は未だに解明されていないの。そして21日の朝の時点で世界一の富豪であるイーロン・マスク氏は AI による映画化とメル・ギブソンによる1億ドル映画化という2つの方法でその疑問に自ら答えると世界に向けて約束したんだよ。いやー、ハリウッドの天才監督が作った歴史的特大ヒット映画と世界一の富豪が AI と1億ドルで殴り込みをかける完全再現映画。こんなに熱いエンタメの戦い、他には半ばい。クリストファー・ノーラン監督の映画も凄そうやけど、イーロン・マスクが今年中に完成させるっていう AI 映画がどんなクオリティになるのかめちゃくちゃ楽しみになってきた場合。興行収入と作品賞の評価で圧倒的な勝利を収めたクリストファー・ノーラン監督と原作の歴史的正確さと最新テクノロジーで挑むイーロン・マスク氏。この2つのオデュッセイアの戦いがこれからの映画業界の未来をどう変えていくのか本当に目が離せないね。ということで、今日はイーロン・マスク氏によるクリストファー・ノーラン版オデュッセイアへの対抗策と2つのライバル作品構想という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。